はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年後半の運勢をお伝えしようと思ったんですけれども、その前にこの夏をどう超えていくのかっていうところでとても重要な星の動きがありますので、今回はこの夏に特化してお届けしたいと思います。12星座共通の星の解説に関しては別の動画でしっかりと解説した動画がありますので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。そしてこの天秤座さん向けの動画の中では7月8月9月の全体運とお仕事運、そして、恋愛運、それから人間関係全般ということで4つのテーマにそれぞれにカードを引かせていただきますので、ちょっと長くなる可能性はあるんですけれども、タイムスタンプも残しておきますので、ぜひ気になるところからご覧いただければ嬉しいです。ではよろしくお願いします。まず全体運からいきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。7月8月9月の全体運です。カップ10、カップの4逆、ソードの4、ワンドの4、444、そして鳳凰、カップナイト、ジャスティスの逆ですね。気をつけることや対策がカップのキングとソードのキング、そしてオラクルはペンタクスのクイーンです。なるほど。12星座共通のところでお話ししたんですから、7月お話しさせていただいたんですが、7月の中旬から下旬にかけてっていうのはとても調和に満ちたエネルギーがあるんですね。でこの調和に満ちたエネルギーっていうのが天秤座さんにとっては特にグループとか自分がこっちに進んでいきたいなって思うその新しいコミュニティだったりとか人との集まり、自分が今まで追い求めていたものとはちょっと違う空気感のところみたいなのがあるんですけど、そこでの生かされ方っていうのかな、そういうのをすごく感じるような気がするんです。で対人に対して1対1の関係性であると、おそらく天秤座さんは相手に対してどう接すればいいのかとか、相手に何をしてあげればいいのかっていうのはすごくわかると思うんですけれども、もう今ってただ相手の言うことを聞くとか相手に不快を与えないように自分を持っていくっていうやり方ではなくて、本来の天秤座さんの持ってる気質、自分らしさっていうもので相手と調和していくっていうやり方を今学ばされているところだと思うので、この自分でこの自分が喜びを表現するとか自分がやりたいことをやっていくっていうことがこのグループとかこのコミュニティとかこの社会に対してどんな風に影響するのかっていうことを体験していかれるんだろうなと思うんですね。なので本当ベタに言っちゃうと、新しい仲間ができるとか誰かと協力して何かをしていくとか、一緒に目標を持って進んでいけるみたいな、そういった流れがありますし、または別に本当にコミュニティとか誰かと関わるっていうことじゃなかったとしても、ご自身の中で進んでいきたい道があるとか、これまでの自分ではない自分になっていく喜びみたいなことをおそらく感じていかれるんだと思うんです。ただその7月ってそういう流れがすごく応援されてるんですけども、おそらくどこまで自分を見せればいいのかとか、どこまで自分らしさっていうものを表現していいのかっていうところでの葛藤とか調整っていうのがご自身の中であるんだろうなと思うんですね。他者に何か言われるっていうよりも、自分の中にその不安とか自分で自分にどれぐらい許可を出しているかっていうところで他者との関係性、その周りの人との関係性っていうのが違って見えてくるんだろうなっていう感じがします。そしてまた8月もね、日食があるんですけども、この日食っていうのも結局いろいろいろんなことあったとしても、結局自分はどう進んでいきたいのか、何を自分は求めているのかっていうところがすごく強調されてますので、とても人間関係は豊かです。とっても豊かですよ。ただポイントはね、これまでと同じようなやり方ではないっていうところだけなんですよね。でそれを踏まえた上でね、カードで3ヶ月って見た時にやっぱりすごく豊かです。もう守られているものがあるし、自分には仲間がいるしみたいな、家族もいるし仲間がいるしっていう感じがあります。ただそう思える時と、周りのメンバーは変わってないのに自分だけがなぜか急に孤独に感じたりとか、ちょっとやる気が出ないなと思ったりとかっていうことで、感情の浮き沈みはあるものだと思っておいてください。
それはそれ、感情の浮き沈みは浮き沈みだけど、自分で自分のことを丁寧に扱ったりとか、自分に優しくしたりすることで他者との関係っていうのはとてもいいです。なんかまるで本当に誰かと関わって何かを一緒にやっていくんですかっていう感じがすごくしています。現在もどうですかね、特になんかこれまではお仕事頑張らないととか、自分でこの今ある環境の中でどうやって自分を保っていこうかみたいなテーマがあったとしたら、でもどうですかね、今年の前半とか去年の後半もそうですし、今年の前半とかって何か一つの達成があったんじゃないでしょうか。でそれを誰でもそうですけど、達成したらしたでそこで新しい責任が出てくるというか、新しい自分で新しいことに携わっていくということがあるので、そのことをこなしていく、その上でやっぱりこういうのが必要だな、誰かと協力したいなとか、一人で成し得るのではなくて複数人でやりたいなみたいな気持ちが出てくるかもしれませんし、実際そういう提案があるのかもしれないなと思いますね。でここでやっぱワンドのようなのでとても受け入れられてるし、自分の天秤座さんのそのままのあり方を周りの人はちゃんと理解してますよっていう感じがとても出てます。でこの後 4O なので、何か誰かと一緒に協力してやっていくか、もしくは自分の中でしっかりと自分が大事にしたいものっていうものがちゃんと筋が通っていて、自分の中でそれを基準に広げていくみたいなことができそうな感じがします。で自分がすごくしっかりと筋が通ってるからこそ、周りの人っていうのもすごく分かりやすく協力してくれたりして、その考えいいですねと、それ一緒にやりたいですねっていうことで誰かが寄ってきたりとか、じゃあ私はこれができるんでどうでしょうかみたいな感じで人が集まってくるような感じがしますね。ただ人が集まってくるんですけど、なんかそこでちょっと戸惑うというか、癖なのかもしれないですよね。人に何かを言われたり求められたらそれを返したくなるみたいな。だけど今この3ヶ月で本当に言われているのは、自分の喜びだったり自分の目的だったりっていうものを本当にぶれないそこがしっかりとしていれば、それぞれが持ってる考えとか、その大事にしたいことでどうやって調整していくかっていう素晴らしい化学変化が起こっていくんですけど、ここで天秤座さんが自分の理念とか自分の考えっていうのを隠したりちょっと抑えて相手に合わすってなると、ちょっとバランスが崩れちゃうんですね。でそうなるとなんかやっぱり一人の方がいいかなとか、自分は一人で気楽にやる方がいいかなみたいな感じで思いそうなんですけど、ここでコートカードがやっぱり対策のところでキングが2枚も出てきてるっていうのがあって、これはぜひご自身に正直にいてくださいっていうことと、そして自分に正直でいることって相手を非難してることでもないし、相手に喧嘩売ってるわけでもないし、あくまでも優しさがゆえになんか自分が正直にいてくださいねっていう感じなんです。例えばありきたりな話で誰かがA というプランはどうですかって聞いた時に、いや私 B が良かったんだけどなって言った時に、この人の前で B がいいって言えないなみたいな感じで言わずに A をするっていうのがこれまでうまくやっていた方法だとしたら、自分に正直になるっていうのは、私はね実は B が好きなんですよっていうことって別に相手を非難もしてないし、相手に対して誠実で自分が向き合ってるっていうことになるので、なんかその強さというか誠実さというか、自分に正直にいるっていうことがすごくうまくいく秘訣だなって思いました。そしてやっぱり一番大事なところに出ているのがペンタクスのクイーンなんですね。ペンタクスのクイーンっていうのは本当に自分が大事にしたいものをちゃんと持ってるよっていうカードなので、そこさえしっかり持っていればいくらでもそこから関係性っていうのは構築していけるよっていう、そういうメッセージだなと思いました。はい、大丈夫でしょうか。ちょっと細かいね星の動きに関してはまた毎月のタロットの方で説明していくので、ちょっとこの夏っていうところでね解説させていただきました。ちょっとお仕事見てみますね。仕事8月のね
7日以降っていうのは金星という美しさとか社交性とか価値とかそういったものも天秤座で入ってくるので、天秤座の皆さんより一層自分に価値を向けるとか自分に優しくなれるとか自分がやりたいことを自分で許可できるっていうふうにもなるとは思うんですよ。ただちょっと7月が水星というビジネスとかをね表す惑星も逆行しますので、全然うまくいってるんだけどなんだか後ろ髪引かれるとかやっぱり調整しながら行くんだろうなって感じはします。でもうまくいきますよ。調整しながら誰だって何もなくうまくいくわけじゃなく、行ったり来たりしながら、でも気づいたらうまくいってるよねみたいな。3歩進んで2歩下がる、3歩進んで2歩下がる、でもよくよく見たらちゃんと一歩ずつ進めてるじゃないっていうことになるので、そんな感じがしました。ちょっとお仕事見てみます。はい、では仕事見てみます。この夏の仕事のポイントですね。ワンドの8、ワンドの4、また出ましたね。カップのキングまた出てきましたよ。はい、ソードの9、ソードエース、ワールドの逆、デビル逆、気をつけることや対策がペンタクルズのキングとワンドエースとオラクルはソードの3ですね。なるほど、お仕事って言った時にものすごく自分の仕事を広げていきたいんだとか、どこまでも可能性って伸びていけるみたいな、そういうすごく夢を見るとか可能性を信じてやってみるっていうのはとても素晴らしいことなんですね。星で見てもまさにそれは応援されていますので、ご自身を小さく見積もらずに何かやっていくというのはとてもいいことです。なんですけれども、なんだか自分が大事にしたいものや温めていきたいもの、育てていきたいものとこうなったらいいなって思うことが少しつながってないみたいな感じがあって、例えばなんですけど、自分は海外に行って暮らしてみたいとか、自分の仕事はグローバルに世界中の人に届けてどうのこうのみたいな感じでイメージすごい膨らんで、じゃあああしてこうしてああしてこうしてっていうのがすごく感じるんだけど、でも実際は一番何を大事にしなきゃいけないかって言ったら、自分の思いだったり、自分が今ここで豊かに生きている生活をしているとか、生きている自分は満たされている、人に受け入れられているというその感覚があってこそ、そうやって遠くに飛んでいけるっていう感じがあるので、なんとなく今というものを軽視してるっていうか、大丈夫大丈夫みたいな感じになって意識はすごく飛んでいくみたいな感じがあるんですね。でこれあんまりそうしてるとちょっと気づかないうちに夢とか希望とかの大きな目標の方にばっかり走ってしまって、自分のバイタリティとか自分のエネルギーとか豊かさの貯蓄っていうか、それが気づいたら私今バイタリティ電池がもう切れそうですみたいな、そういうことにもなりかねないので、自分自身を常に充電させておくというかね、喜びとか優しさとか愛情とか嬉しいことで自分を充電させていくっていうことを忘れないようにしてくださいね。じゃないとやっぱり誰でもそうなんですけど、枯渇するとちょっと誤作動起きますよね。パソコンとかでもそうで、バッテリーがなくなってきたなとか、ちょっと容量がいっぱいになってくると誤作動を起こしますよね。なのでやっぱり自分自身に余裕を持っておく、時間的余裕かもしれないし、精神的余裕かもしれないし、バイタリティの余裕かもしれないし、それをちゃんとコントロールさえしておけば問題ないっていう感じなんです。でもなんとなくさっき言った7月って水星が逆行したりとかして、あれもしとかなくちゃこれもしとかなくちゃみたいな感じで希望があるがゆえに今のうちでいいって走りたくなるかもしれないんですけど、やっぱり本当にちゃんと睡眠をとらないと人は頭で変なこと考え出すっていうか、不安になったりとか、今のうちでやらないとって自分をせき立ててしまうと思うので、そこだけ気をつけてくださいって感じです。でその自分のバイタリティやその充電をしっかりとしていれば、いつでも戦っていけるというか、いつでも切り開いていけるし、挑戦もしていけるので何の心配もないんですけれども、今見えてるこのメッセージとして言われているのは、さっき言ったどれだけ自分を充電で満帆にしていますかっていうところなんですね。そのエネルギーの充電エネルギーがちゃんと満ちているか
っていうのが、肉体もだし精神的なものも喜びも愛情もっていうところなんですよね。なんかそれがこう他者を気遣うがゆえにやっぱりいつの間にか漏電してるみたいな自分のエネルギーいつの間にか相手に使っちゃってたみたいな感じで自分の愛情だったり豊かさっていうものがこう自転車商業みたいになんかこう人にばっかり与えて自分はひいひい言ってるみたいな風にならないようにだけ気をつけてくださいね。っていうのがやっぱり喜びをやっぱり特に天秤座さんっていうのはやっぱ調和に満ちていらっしゃると思うので、誰かとの関係が良かったら嬉しいとか、ね、仕事でも相手に喜んでもらえたら嬉しいと思って、もう本当に無理をして一生懸命やりすぎるとか、そういうことがあるのかなって思ったんですね。で大丈夫です。自分の評価とか自分自身っていうものはしっかりとちゃんと他者は見てくれてるっていう感じがあるので、その相手に必要以上にの期待に応えようとか、あとそういうふうに思ってちょっと仕事頑張りすぎるのかなって感じがありました。この3ヶ月で一番言われてるのはやっぱ精神的なことなんですね。自分で自分のこと責めないでねって私って全然できてないとか自分を卑下したりとか、それだけは気をつけてくださいっていう感じです。誰だって気分が落ちたりとかちょっとなんか今日は乗らないわっていう日があったで全然いいんですけど、なんかそれを過剰になんか自分を責める気持ちになったりとか過剰に落ち込むみたいなそういう傾向にあったら、やばいやばいと、今自分の充電は切れかけているかもしれないと思って自分自身に愛を与える、自分自身に優しさを与える、休暇を与えるっていうふうにしてくださいね。でないとなんか今あるで一応言われてるのはさっき言ったすごく大きな夢や目標、例えば海外でどうのこうのみたいなそういう現実とちょっと離れたところにある大きな夢に関してはなんかちょっと一旦置いとこうかなっていう気持ちになるみたいなんですよね。でも全然いいと思いますよ。なんか一般的にはこう目標を掲げて、じゃあそれに対して現状を理解して現状を把握した上でどうやって進んでいくのかっていうことを言われますけども、実際はそんなに大きな目標を立てなくても今をしっかり生きてれば自然と一歩が踏み出せて、またその瞬間をしっかり生きてればまたその一歩がつながってということで、この連続はどこにつながるのか分かんないけどなんか豊かな感じがするっていうところでつながっていったっていいわけで、ちょうどこの4月の末から天王星が双子座に入ってすごく天秤座さんはこう可能性が広がってるがゆえにちょっと大きな自分にプレッシャーをかけすぎているかもしれないなと思ったんですね。でそこがクリアになるよっていうふうに言われてると思いました。やっぱりワールドの逆にデビルの逆っていうのは自分に合わない見せかけの理想の世界を追い求めていたかもしれないけど、そこに気がついて手放すよっていうふうに言われてるんですよね。いやありませんか、そういうのってよくありますよね。何でもなんか世間で言われてるキラキラした世界とかこういう仕事がいいよねって言われてるけど、待って本当にそれが私に合うことなのかな、いや私のやり方じゃないかもなっていうところに気がついていく、自分にとっての神聖な仕事に対しての思いを現実を持ってただ作っていくっていうだけな感じがしました。それは十分にできるんですよ。自分の中にあるものだから、自分のエネルギーを使って誰かが言った理想の世界を作るとかではなく、自分の中にあるものは作っていくバイタリティは全部自分の中にある、全部自分の種が自分の中にあると思っておいてくださいね。お仕事で言われているのはそれでした。そんな感じですかね。何か通じたらいいなっていう感じがします。ちょっとこれはこれで置いといて次恋愛を見てみますね。恋愛、どなたかパートナーを思い浮かべていただいて、その方との関係を見てみようかな。片思いでもいいかもしれないし、もしくは実際にねお付き合いされている方でもいいかもしれないし、またはすごくストレスの上司でもいいかもしれないけど、なんせ対人に対して特に恋愛のような強い感情を持つ人に対してのなんかヒントをねもらってみますね。
はい、じゃあ見てみましょう。お願いします。ストレングスの逆、スター逆、ワンド6逆、マジシャン逆、ソードナイト逆、全部逆ですね。カップの4逆、エンペラー逆、鳳凰逆、ソードの8、唯一1枚だけ正位出てきましたね。はい、そうですね。今見てる方との関係においては非常にその愛情、どういうふうに愛情をかけていけば一番いいのかをすごく学んでいるっていう感じがします。で、相手の方はですね、この天秤座さんとの関係をすごくいいものだと感じていて、ここからずっと続けていきたいみたいな、何か新しいやっと自分に巡ってきたいいご縁とか、天秤座さんと関わることで自分の大事にしたいかった思いとか誇りとか自信とかそういうのを思い出せるんだみたいな、だからずっと一緒にいたいとかずっと関わっていたいみたいな、ものすごくなんか人として尊敬されてるくらいのなんかいい感情があるなって感じがします、相手の方はね。だけど天秤座さんは相手に対してすごく頑張ってるというか、なんか相手はすごいどっしりと、わあ、ありがたい、天秤座さんがいてくれたら嬉しい、自信も復活できるしって思ってるんだけど、なんか見えないところで天秤座さんが一生懸命頑張っている、なんかすごい何かを調べたりとか事前に何かしてあげたりとか、すごくいい関係でいるための努力をしてるなって感じがして、でだんだん無理してでも動くっていうことがだんだんしんどくなってきたぞみたいな感じがあるので、なんか何をしてあげることが本当に相手にとってのいいことなのかっていうことを学んでるのかなって感じがしました。で今の段階で言うと、なんか天秤座さんは自分がいろいろやってあげることが相手に受け入れられてるからいい関係なんだと思ってるかもしれないんですけど、人ってもっと大きなもっと深いところを感じてるんじゃないかなって気がします。単に世話を焼いてあげるだけとか、なんかそれがいい、それを求めてるわけじゃなくて、もっとなんか深いところを見てる感じがするんですね、相手の人は。なのでやっぱりさっきの全体運のところでも言ったような、本当の自分の喜びとか本当の自分らしさっていうものを自分で見ていくっていうことが、この相手のためになるんだっていうことを学んでいけるような気がしますね。で、特にこの人との関係に関してはとにかくね、疑い始めると疑いのように見える。でもそれは全部本当は天秤座さんが無理をしすぎて疲れているからそう見えてるだけで、自分自身がさっき言った充電されていて、この人と関わり幸せだなって思えたらそれだけでいいんですけれど、私ってなんか前はもうちょっとこういう風にできたのに最近はこの人に対して優しくできてないなとか、時間避けてないなとか、もっとちゃんとしなくっちゃっていう風になんか縛るとだんだんなんか窮屈な感じがしてきて、でそれが現実に見えてくるって感じがするので、全然いいんですよって、もう許してください、もういいじゃんたまにわがまま言ったってみたいな感じで、余計な行動や言葉よりも天秤座さんの存在の方が大事っていう感じがしました、この相手との関係においてね。そんな感じかな。何かヒントになれば嬉しいです。はい、じゃあ人間関係ちょっと見てみます。全てにおいての人間関係、全てにおいてのって変な言い方ですけど、これから新しい出会いがあるかなとか、恋愛に限らずの人間関係ですね、全般見てみたいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。人間関係です。戦車、ペンタクルスのページ逆、ワンドの6、ペンタクルス3逆、ジャッジメント、フール、ソードエースですね。気をつけることは対策が、ペンタクルスのクイーン逆と忍者の逆、そしてオラクルはソードの7の逆です。はい、なんかこれをすごく私感じていました。人間関係ってなった時に、基本的にやっぱりこのグループとかコミュニティとかそういう人との関わり
例えば会社を通しての関わりもそうですし、なんかそういうのがとてもいい時なので、なんかよし頑張っていこう、どっかで入ってみようとか、これから先でも仕事を通してでもプライベートでも関わる人とはいい関係でいようみたいな、そういう意気込みがあるなっていう感じがありますし、実際にそういうご縁ってつながっていくんだろうなってすごく思うんです。ここでやっぱり過去にもワンドの6っていうのが出ていて、やっぱり自分は自分の中では人見知りだとか気を使ってたとしても、他者から見たらうまく人間関係得意ですよねって思われるみたいな、そういうのがあり、で未来のところでもジャッジメントっていうのが出てるので、誰かと会うんだろうなって感じはします。なので全般的には関係性とても誰かと合いそうなんですけど、ちょっと今感じているのはなんか昔会いたかった人に会うとか、昔何かで関わったことのある人ともう一回会うのかなという感じがします。これはもしかしたら天秤座さんが会いたいのかもしれませんね、その人に。なんか昔のなんかちょっと忘れられなかった人だったりとか、昔何かで関わった人との誤解を解きたいとか、そういうのもあるのかもしれませんね。で実際にそういう会うチャンスがあったりとか、出会うきっかけあるのかなと思うんですけど、あったらあったで満足するっていうか、すっきりするというか、だから続いていくというよりも何かを手放せるみたいな感じで、もう一回リセットできるみたいな感じがあります。なので何でしょうね、何か心残りでその人にもう一回会って何かを話したいと思ってる感じがするんですけど、実際会ったら会ったで、もう良かったんだ、やっぱりそれであれで良かったんだっていうふうに思えるみたいな感じがあって、そういうなんか後ろ側に惹かれる気持ちとか、なんかそういうごちゃごちゃした思考はなく、はい良かったみたいなそういうすっきりした感覚で、また新しい人だったりとか別の人だったり違う関係性を作っていけるっていうふうに出てるんですね。なのでなんか人に対して後ろめたさを感じていたとか誤解を解きたかったとか、そういう思いが解消されるんだなって感じがします。でオラクルもソードの7の逆なので、なんか本当は別にその人に向き合いたいわけじゃない、その人と本当にもう一回関わっていきたいわけじゃなくて、何かの誤解を解きたいとか、やり残したことやりたいっていうだけで本当にその人と向き合っていきたいわけじゃないんじゃないかなって感じがしたんです。なので今ちょうど新しい関係性とか開かれてる時だから全然それでいいと思いますよ。あんまり深く考え込んでなんかいろいろ理屈をこねてどうのこうのとか理由をつけなくてもいいって感じがしました。今の自分にとって本当にその人が必要ですかっていう質問を自分にしてみて、でなおかつどうしても私は誤解を与えてしまったけどそれを解きたいんだっていう思いがあればそれは解けると思いますし、また会ったりとかしてね。でも昔に引っ張られる必要は全くないっていう感じがあります。でこれなんてなのかなと思ったら、やっぱりなんか人に対しての関わり方っていうのが本当に今はもう底上げされてるような時なので、天秤座さんにとってはね。なので何かを埋め合わせたいみたいな感じがあるんですよ、その人に対して。でも十分もうやったって思っとってください。自分ではもっとあの時してればとか、あの人にもっと優しくしてあげれればとかって思うかもしれないけど、その時の自分はそれが精一杯だったわけだから、それを埋め合わせしようとして今から動くというよりは、その時その瞬間がベストだったっていうふうに思って今の自分をしっかりと生きるっていうことの方がよっぽどいい関係できるなと思いますし、本当に今の自分をしっかり生きるってなったら本当にご縁のある人はまた会うでしょうし、何かで新しく関わる。だから昔のものを引っ張ってつなげるっていうよりもフレッシュな自分で新しく向き合っていくっていうふうに思っててください。それは本当にご縁のある人だったら相手もフレッシュに変わってまた会うってこともあるかもしれないけど、なんか今はなんかすごく広く扉が開かれてるからここしかないっていうふうに思う必要はないのかなって思いました。はい、いかがでしょうか。なんかここまでの流れで分かったよとか良かったよとか通じましたという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。今これ3ヶ月で見てるのでね、またね年末に近づくにつれてはまた秋は秋で撮ろうかなと思いますが、
ちょっとこの夏の、テーマ、人間関係が濃かったなって感じがしましたね。あとお仕事に関してもね、遠い先っていうよりも今の自分にフィットしたものを作っていくんだなって感じがありました。ちょっと最後にもう一番オラクルカードを引いてみたいと思います。この夏の天秤座さんへのメッセージはこれかな。いいじゃないですか。キンシップ。やっぱり仲間と共にいい関係を築いていけると思いますよ。コミュニティとかグループって書いてありますので、自分自身が生かされるグループがきっとあると思います。はい、ということでありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。